皆さんこんにちは。こちらはプラハ中央駅です。本日はこの中央駅からこちらに移っております M262 型というこの古いディーゼルカーに乗ってプラハズリチンというところまで往復してこようと思います。でこの車両はですね、もうすでに現役は引退してるんですけど、鉄道旅行者クラブという会社がありまして、これ鉄道マニアのグループがですね、第2種鉄道事業者、日本でいう第2種鉄道事業者の免許を取得してこの列車を運転している、そういう会社なんですけど、それがこの旧型の車両をね、週末を中心に運行しています。でこちらのチェ SD っていうのは、これチェスコスロベンスケードラーヒ、チェコスロバキア鉄道の略でして、チェコスロバキアっていうのはね、今もチェコとスロバキアに分かれてしまいましたけれど、1992年まではね、この2つの国は1つの連邦制の国家を形成していました。その時のその鉄道の名称ね、チェコスロバキア鉄道というその略称が書かれています。でこの形式番号の M262 というのもですね、古い番号でして、その後のチェコ鉄道で最後現役を引退した時の形式は830型というふうに呼ばれていました。でこれ私は実は知らなかったんですけれど、視聴者の方から情報をいただきまして、チェコではこの吊り掛け式の気動車というのが走っていますという話だったんですね。でその形式を教えてもらったのはこの車両だったので、調べてみたら確かにそうでですね、これ要するにディーゼルエンジンでその電気を起こしてモーターを駆動して走るんですけど、そのモーターが吊り掛け式になっているというものです。で台車が2つありまして、今こちらが映っているこの辺の台車ですね、こっちにそのモーターが吊り掛け式のモーターが乗っかっています。でエンジンは反対のこちらの側の方に乗っかっていますが、もちろんエンジンとね台車は直接つながってはいません。でこのドアですけれど、このロックがですね、これとこの真ん中のこれと2つついてますね。でこの真ん中のこれ今その下にこう斜めにしましたけど、これをこうしておかないとその上のメインのドアノブは機能しないというふうになっています。でこのドアは自動ではありませんので、走っている時も開けることができるわけですね。ですからその安全のためにロックが2つついていると、そのような構造になっています。でこれ乗り込みますと、でドア閉めますね、一応ね。でこちらが扉がですね、これ運転室ですね。でその右側の扉はおそらくこれ機械室だと思うんですけど、開かないようになっています。でこちらのドアがですね、トイレのドアで、トイレはもちろん垂れ流し式ですね。いわゆるその線路に全て放出するというやつなんですが、もちろんこれ停車中はね使用することが禁止されています。ただね、今回プラハズリチンまで30分程度の乗車ですのでね、トイレを使う人はいないんじゃないかと思います。でこれ車内の様子ですけれど、客室ですね、こういう緑色のビニール張りの座席になっています。ボックスシートですね。で緑色のビニール張りっていうのはですね、昔はよくコンパートメント式の車両などでもそういうのを走っていましたけど、最近はもうほとんど見られないですね。でこれどういうわけか分かりませんが、この真ん中にこう壁がありまして、そのボックスシートが4列と3列というふうに2つの部分に分かれています。でこれがですね、座席の下にパイプがあるのが分かると思うんですけど、これはラジエーターに送るこの温水をこの座席の下にも引き回していて、暖房の効果を高めるようになっていますね。で座席のピッチはあんまり広くないですけど、混んでいなければ十分だと思います。でこの網棚ですね、本物の網です。で網の棚がありまして、その向こう側にねこの非常用のブレーキがついています。火災などの場合はこれを引いて列車を止めることができるというふうになっています。でこの天井の電球ですね、白熱灯です。もうヨーロッパでは生産していないんじゃないかと思いますね。でこの窓なんですけど、ここにハンドルがありまして、このハンドルを手前に引いてぐるぐる回すとこの窓が開く、あるいはその反対に回すともちろん閉まるんですけどね、こういう方式になっています。でこの向こう側のホームにはですね、最新型で言ってもこれも改造車なんですけれど、特急列車用の客車が止まっています。でインターネットもついているその最新式の設備を備えた車両ですね。でこちらの車両はもう昔の古い動態保存ということですね。その2つの列車がこの駅で、並んでいるという状況ですね。天井にはねこういうベンチレーターがついていまして、窓の上にあるハンドルで開け閉めすることができるようになっています。まもなく8時40分出発の時間です。この時間が点滅しているとね、もう間もなく出発という意味です。それではエンジンとモーターの音をしばらくお楽しみください。
プラハの駅は南北に長く設置されていまして、南も北もですねトンネルに挟まれている状態になっています。でこの列車は南側に出発していくんですが、まもなくこのトンネルに入っていきます。でトンネルに入りますと、この白熱灯のね柔らかい光の中のこの車内を楽しむことができます。でトンネルを出ますと右側に緩くカーブしていきまして、この頭上にねコンクリートの橋が見えるんですけど、この橋はですね、実は中に地下鉄が通っています。地下鉄 C 線というやつですね。でこの両側、今この列車は谷の中を走っているんですけど、この両側が丘になっていまして、その丘の中を地下鉄が走っていて、この谷を越えるためにこのような橋が建設されています。この辺はですね右側に路面電車の線路が並行して設置されています。でこの奥の方にですね教会が見えるんですけれど、教会の前にですねアルベルトフという停留所があります。で教会の裏側にね外国人用のチェコ語の学校がありまして、で私はそこに通ってねチェコ語を習いました。9ヶ月ぐらい通ったんじゃないですかね、合計でね。でおかげでなんとかねこのチェコで生活できるようになっています。でここを過ぎると間もなく右側にねプラハビシェフラッドという駅がありますが、この駅はもうずっと閉鎖された状態でお化け屋敷のようになっていますね。でこれ復活するという話があるんですけれど、なかなかその工事が始まらないですね。全然これ具体化してないんでしょうかね。で結構これは昼間はいいんですけど、夜通るとなかなかねお化け屋敷みたいな結構迫力がありますね。でここを過ぎますと、もうちょっと行くとブルタバ川をね橋で渡っていきます。この右側にはずっとさっきからトラムの路面電車の線路が並行して、敷かれているんですけれど、今ちょうど向こうからねシコダの 15T という最新型の路面電車が通っています。でここですね、この川沿いにも路面電車の線路が敷かれています。で向こう側の奥の方にねプラハ城が見えますね。その丘の上に、教会の聖ビート大聖堂という大聖堂ですね、その建築がシルエットになって見えています。でこの鉄道橋なんですけど、これ歩いて渡ることもできて、結構そこに立ってね列車が通るのを横で間近で眺めると結構迫力がありますね。で奥にある橋は、そこが路面電車が走っています。でこの川はね、この辺結構白鳥がこういう風に集まって、そこに白い点々が見えますけど、これ全部白鳥ですね。で近づいていくと結構ね威嚇してきたりするのでね注意が必要ですね。で今そのプラハスミーホフという駅にね到着して出発したところです。この辺はレギオジェットというその鉄道会社の車庫がありまして、この辺に車両が置かれています。でこの辺はですねプラハゼメリングと言われる鉄道でして、このゼメリングっていうのはですねオーストリアのそのアルプスを越える非常に歴史のある山岳鉄道なんですけれど、でここもヘアピンカーブを描いて丘を登っていくような線路になっていますので、その山岳鉄道にちなんでねそのような名前が付けられています。でこう登っていきますとね、間もなくプラハジュビホフという駅があります。でここですね、ここがプラハジビホフで、ここを出発しますとプラハの市内をね、高台から見下ろす区間があるんですけれど、ほんの一瞬なんですけど、木が茂っててなかなかね長い間見ることはできないんですけどね、その区間をこのモーターの音と一緒にお楽しみください。
雪がなければもうちょっとね楽しめるんですけど、残念なんですけど、鉄道は景色を見るためのものではありませんからね。でここですけども、イノニッツェというところなんですけど、これ新しい建物で、これ屋根になんか草とか木とか入ってますけど、これ別に廃墟ではなくて、屋根のスペースを利用してね、この緑を植えているという、そういう新しいタイプの住宅ですね。でこの辺はイノニッツェと言われるその高級住宅街でして、でもうちょっと先行くと駅がありますが、この駅の周辺ね、いろんな新しいオフィスビルなどが立ち並んでいて、近代的な感じになってきています。昔はこんなんじゃなかったんですけど、だいぶ開発が進んできていますね。でその次の駅です。ここはプラハツィブルカという駅ですね。でここもね、なかなか良さそうな、住みやすそうなところですね。でこの家族が降りていきましたけれど、あの人たちはここに住んでいるのか、あるいはこの辺を散歩しようと思ってきたのか、どっちなんでしょうね。でこの列車ね、1両だけの列車で、プラハ出発した時も10人ぐらいしか乗ってなかったんですけども、この人たちが降りてもほとんど私ともう一人ぐらいになっちゃいましたね、お客さんね。でこの木の葉っぱが下の方なんか黄色くなってきてますよ。これも紅葉が始まってるんですかね。まだ7月なんですけどね。ただ今年結構夏が涼しいので、その紅葉も早く始まってるってことなのかも分かりませんね。本当はね8月の終わりぐらいに、こういう感じになってくるんですけどね。でここはですね、プラハストドゥルキという駅ですね。このストドゥルキっていうのは地下鉄 B 線にも同じ名前の駅があるんですけど、ここからはね少し離れていると思います。でこの駅、これリクエストストップなんですかね。だいぶ乗り降りがなかったので止まらずに通過していってしまいましたね。でこの駅前の感じもなかなかいいですね。これ非常に住みやすそうなところです。ただこの鉄道はね、1時間に1本とか2本とか、2本はないか、1時間に1本か2時間に1本だったと思いますけどね。それでもバスとかトラム、それから地下鉄の路線もありますので、そんな不便なところじゃないと思いますね。車内の様子はねこんな感じで、ほとんどお客さん乗ってません。でこれこの列車の乗車券なんですけど、これプラハの統合交通に組み込まれていまして、特別な切符は必要なくてですね、このプラハの市内の地下鉄や路面電車、バスなどの共通乗車券でそのまま乗車することができます。で私はプラハに住んでますので、1年間有効のね定期券、プラハ市内全区間有効の定期券持ってますので、もうそれだけで特別にお金を払うことなく乗車することができます。でこの鉄道旅行者クラブの列車って大体そうなんですね。ただプラハの市から出ていくやつに関してはね、追加の料金が必要になります。でこの右側にこういう団地が見えてきますと、まもなく終点のプラハズリチンに到着です。でこれがそのズリチンの駅で、その駅の前にはですね路面電車の終点もあります。でここはですねシーディリシチェレピというその違った名前の停留所になっています。このシーディリシチェというのは団地ですね。その名の通り大きな団地がここにはあります。で終点ですので早速下車したいと思います。でこれまた二重にロックがついた扉を開けていきます。でこの車両はですね、ここからまたプラハ中央駅に戻っていきますが、30分程度ここに停泊して、その後の発車ですね。ですから一度ね留置線というか待機線の方にね引き上げていきます。で私もねこれ30分待って、またこの同じ車両に乗ってねプラハ中央駅に帰ろうと思います。
でこの駅のね配線がちょっと面白いのでご紹介したいんですけれど、今この列車降りたところね、これは2番線です。私が立っているところは2番線です。で今その引き上げていったそこの待避線ですね、その左側にホームがあって、あそこが1番線です。つまり1番線から下り方向に出発するときには2番線を通過しなければならないということになっています。で今その2番線の下り方向からね、このレールバスが1両入ってきていますが、これはですねさっきの M262 がここに到着するためにこのホームを開けるために下り側へ避難というかその退避していたものですね。それがここに入ってきて、でこの2番線でお客さんを乗せて下り列車、このプラハズリチン発ホスティビッツ駅の下り列車になります。で今ライトが赤くなりましたよね。でホスティビッツェっていうのはこのプラハズリチンの隣の駅で 7,8 分で到着します。でそこからまた折り返してくることになります。で代わって今度プラハ中央駅方面からこのツィクロフラーチェックという列車ですね。このディーゼル機関車に3両の付随車、そしてディーゼルカーが1両ですね。その4両を引っ張っている。でこのサイクリング客用の列車でして、でこれはですねこのプラハズリチンの1番線に今入ってきましたね。でここを通ってさっきのそのホスティビッツェを通ってさらにスラニーというところまでね、行く列車です。でその1番線でその客扱いをするんですけど、当然これは下り方面に出発していきますので2番線を通過していく必要があります。で2番線通過してもその先も単線ですからね、向こうから列車が来るときはその出発できないということで、さっき言ったそのホスティビッツェまで行ったやつが今戻ってきましたので、この列車のその到着を待って出発ということですね。でホスティビッツェというところはねプラハからクラドノというところに行くアカン線の途中にある駅ですね。でこの列車は区間列車でこのズリチンからそこのホスティビッツェを連絡するための列車でした。で今その終着のプラハズリチンについてさっきのM262 と同じこの引き上げ線というかこの待避線にね入っていきます。でこれでようやく進路が空いたことになりますので、このツィクロハラーチェックね、このディーゼル機関車プラス4両の編成が出発していきます。でこれからこの2番線を通過して下り方面へ出ていくということですね。2番線を通過して出発していくところです。で続きましてさっきのこのレールバスね、でこれがここに止まっている以上後ろの M262 は出発することができませんので、これを移動する必要があるわけですね。でこれはこれからねこの2番線をまた通過して先下り方面ちょっと行ったところから折り返してきて2番線の右側にあるね留置線に入っていきます。続いてこの M262 ですね、これが2番線に入線してきてお客さんを乗せてプラハ中央駅の方へ向かっていくということになります。さっきのレールバスはこの右側の留置線に入ってしばらくそこに停泊ということですね。でこちら M262 プラハ中央駅行きが出発します。プラハズリチンを出発します。ここから中央駅までさっきと同じルート戻っていくだけですので、ご紹介してもね面白くないと思いますので割愛して、で最後にねプラハ中央駅到着後に再びそのズリチンへ向かって出発していくところを動画に撮りましたので、それをご覧に入れたいと思います。ただちょっとねカバーがレンズにかかっちゃって上の方が黒くなっちゃってますけどね、それをご了承ください。それではね皆様どうもご視聴ありがとうございました。